今日は通常画面、エディター、スタジオ3種類のリプレイスセクションを解説するよ。スノではリプレイスという名前の生成が現在のところ3種類も存在している。まずエディット、リプレイスセクションを選ぶと通常の画面でリプレイス生成が使えるよ。通常画面のリプレイスはひっそりと実装されたので知らない人もいるかも。次にオープンインエディターでエディターを開くとエディター用のリプレイス生成が使えるよ。オープンインスタジオでスタジオを開くとスタジオ用のリプレイス生成が使える。この3種類のリプレイスは名前は同じだけど操作方法や性能は違う部分が多いんだ。用途や目的によって使い分けた方が良い。ということで性能の差を解説してみるよ。まずそもそもリプレイス生成とは何なのか、それを簡単に説明しておこうか。リプレイス生成は曲の一部分だけを再生成することができる機能だよ。例えば既存の曲のサビだけを再生成して元の曲からサビだけを変えた曲を作れる。歌詞を修正するときによく使われるね。それじゃまずは歌詞を修正してみよう。まず最初に注意しておきたいんだけど通常画面のリプレイスは歌詞が修正できない。現在は歌詞欄に入れた内容は無視される。これはまあ間違いなく不具合だと思うよ。通常画面のリプレイスはこの不具合も含めて現在かなりめちゃくちゃな挙動になっている。基本的にはあまり使わない方が良いよ。これが言いたくて今回の動画を作った。一応不具合が解消された時を考慮して操作方法だけは説明しておくね。通常画面のリプレイスは加減があるよ。10秒未満の範囲は指定できない。だから修正したい歌詞の部分を含めた10秒以上の範囲を選択するといいね。枠の部分を長押しするとズームになる。操作性は微妙だけど細かく調整できるよ。範囲指定が終わったら歌詞を入力する。これで歌詞が修正されるはずだけど先ほど言った通り実際はうまくいかない。この後で実際の失敗例を聞いてみようか。エディターは範囲指定の加減はないけど範囲指定によって効果が大きく変わる。特に2秒未満か2秒以上かが大きい。これは後で実際に聞いてみよう。いずれにせよ歌詞を修正するときはその歌詞を含んだ部分を範囲選択する。リプレイスリリックボタンを押してニューリリック欄に修正する歌詞を入れよう。歌詞入力が終わったら一番下にあるリプレイスボタンを押せば生成が始まる。オルタネイツ欄にデータが表示されたらインサートボタンを押すと視聴ができるよ。視聴したデータに変更したい場合はコミットボタンを押すと反映されるよ。インサートで視聴、コミットで変更。この操作はちょっと分かりにくいね。スタジオは範囲指定の加減はないしエディターほど範囲指定の影響は強くない。だから修正したい歌詞の部分を単純に選択するだけでいいよ。歌詞欄に修正したい部分の歌詞を入れてリプレイスボタンを押せばデータが生成される。生成されたデータをクリックで視聴。上矢印ボタンを押せば反映される。スタジオはエディターよりは直感的に操作できて分かりやすいと思うよ。それじゃ実際にどんな修正になるのか3種類のリプレイスデータを聞いてみよう。隠せないまま走る眩しい夏が始まる君と二人かけてゆく隠せないまま走る
3種類のリプレイスセクションは聞いての通り性能に差がある。通常画面のリプレイスは歌詞が無視される。だからボーカル曲で使うのは論外だね。エディターのリプレイスを使う場合は指定する範囲に気を使う必要がある。エディターのリプレイスには2つのモード、フィックスとクラシックがあるよ。2秒未満のリプレイスはフィックス、2秒以上だとクラシックが使われる。フィックスは元の曲を再現する一方で歌詞が元の曲のままになることが多い。クラシックは歌詞は修正されるけど元の曲からメロディーなどが変化しやすい。細かい仕様を説明すると長くなるから詳しくは過去のエディターの解説を見てね。ともかく2秒未満の範囲を指定して修正できないときは2秒以上にするといい。スタジオは2秒未満の指定であっても問題なく歌詞を修正することができる。ただエディターのリプレイスと比較するとスタジオは不自然な音になることが多いね。スタジオは基本的には楽器ごとに分割したデータを編集する機能になる。だから曲全体を一気に修正するような手軽な使い方はあまり向いていないね。もちろん曲からボーカルを分割してボーカルだけをリプレイス生成すればエディターよりも自然に修正できるよ。手間をかければエディター以上にはなる。それじゃ次は修正範囲を広げてみよう。サビ全体の歌詞を修正してみるね。通常画面のリプレイス生成はボーカル曲では役に立たない。そしてエディターとスタジオのリプレイスは範囲が広い場合は似た挙動になるよ。だからエディターの例だけを聞こうか。エディターでサビ全体の歌詞を変えてみるよ。ないまま走る眩しい夏が始まる君と二人かけてゆく焦れないまま走るグラスの氷が溶ける誰も僕を見ていないそれがちょうどいいんだ音だけが近くにあるないえないまま走るグラスの氷が溶ける誰も僕を見ていないそれが長い範囲のリプレイス生成はコンテキスト設定で結果が大きく変わるよ。コンテキストとは曲を生成するときに参照する元データの範囲のこと。先ほどのように1番のサビを再生成した時の例を考えてみよう。2番のサビがコンテキスト範囲にあるとそのサビと同じサビを生成するよ。逆に2番のサビがコンテキストにないと参照元がなくて新しいサビを生成する。他の場所と同じようにしたいならその場所をコンテキストに含めるといい。エディターのコンテキスト範囲の設定はまずクラシックモードを選択する。カスタムコンテキストウィンドウにチェックを入れると範囲が動かせるよ。ただ範囲は最大で128ビートしかない。これは音楽的にはちょっと短い範囲。1番のサビから2番のサビまで届かない可能性もあるくらいの短さだね。スタジオのコンテキストは画面上部のバーで簡単に自由自在に動かすことができるよ。最大4分まで範囲を広げられるよ。足りなくなることはまずないと思う。ちなみに通常画面のリプレイスはそもそもコンテキストを設定できない。軽く試した感じだとかなり広そうだった。曲全体がコンテキスト範囲になってるのかな。それともう一つ先ほどの例で歌詞の最後が変だった問題があったね。エディターでは範囲を指定するとその範囲の歌詞が自動で表示される。でもこの表示は間違っている時が多い。そしてこの誤りは生成にも影響するよ。先ほどの曲もコーラス全体を選択しても最後の「ない」か範囲に含まれなかった。この状態で新しい歌詞を入れても置き換わるのは指定した範囲の歌詞だけ。リプレイスすると元の歌詞と新しい歌詞が混ざった変な歌詞が生成されてしまうよ。エディターにはこの認識を修正できるフィックスアライメントという機能があるよ。これを使うと認識範囲を動かせる。修正してからリプレイスしてみよう。ただこの方法でも失敗することがある。うまく修正できないことも多いよ。スタジオは歌詞認識を修正する機能がない。
認識を修正したいならエディターを使おう。こんな風にエディターとスタジオ片方にしかない機能は結構多いよ。スタジオを使えるプレミアユーザーでもエディターを使った方が良い場合も多い。そして通常画面のリプレイスセクションは何もできないし不具合も多すぎる。これは基本的に使わない方が良いよ。この注意喚起をしたくて動画を作った。でも実は通常画面のリプレイス生成、これでしかできないことが一つだけある。曲のすべてをリプレイスセクションする。これは通常画面のリプレイスでしかできない。エディターのリプレイスは範囲の上限が2分。曲全体を範囲にするには少し短い。スタジオは曲のすべてを範囲にするとリプレイスボタンが消えて生成できなくなる。でも通常画面のリプレイス生成は普通に曲全体をリプレイスで生成できるよ。リプレイスは曲の一部を生成する機能だから曲全体を生成できる方が変だけどね。曲全体のリプレイスはどうなるかというと普通の生成とほぼ同じ挙動になるよ。参照元となるデータが何もないから普通の生成と同じように曲が生成される。だから曲全体のリプレイス生成をしても基本的には何の意味もないんだけど、ここで唐突に話題が変わるけどクレジットリファンデッドの話をするね。クレジットリファンデッドはエラーが起きた時に生成クレジットが変換される機能のこと。通常は8秒未満の曲が生成されるとクレジットリファンデッドでクレジットが変換される。でもリプレイスは指定した範囲よりも曲が短い時にクレジットが変換される。30秒の範囲でリプレイス生成をしたのに10秒になったら変換されるってこと。先ほどの実例のサビが短くなった曲、あれもクレジットは変換されたよ。この仕様は少し問題があるというか悪用できてしまう仕様ではある。例えばリプレイスの範囲を10分にする。これで曲を生成するとどうなるか。スノは8分以上の曲を作れないから絶対にクレジットが変換されるね。こんな風に8分の曲を生成してもクレジットリファンデッドになってしまう。つまり曲全体を範囲指定できて自由に曲を作れるリプレイスがあれば10分のデータの全体をリプレイスして無料で曲を作り放題になっちゃうね。まあこれは不具合を悪用してるから実際にやらない方がいいと私は思うよ。こんな風に通常画面のリプレイスは問題のある不具合がとても多いので早く改善されることを願って今回の動画を作成することにしたよ。それじゃまたね。